東南アジアの島国フィリピン。今回は映像が長いので前編と後編に分けてマニラにある東南アジア最大のスラムトンド地区の映像をお伝えする。羽田空港かっこいいです。さあ行きましょう。マニラです。さあ天気悪いけど出発します。第103カ国目フィリピンの前にフィリピンについて少々。人口1億人、タガログ語でフィリピーナス。一応英語も公用語だけど喋れる人と喋れない人がいて、日常会話はタガログ語らしいです。みんな結構喋れるから格安留学先としてちょっと流行ってるって話も聞いたことあります。フィリピンは7000以上の島から構成される国で、名前の由来は16世紀に宗主国スペインの皇太子フィリペから取られました。メインの島はマニラがあるルソン島と南部のミンダナオ島。ミンダナオ島にはフィリピンに少数いるイスラム過激派が反政府組織として活動している島で、時期によってはドンパチをしています。あとは皆さんご存知リゾートのセブ島。この真ん中あたりの渋谷海では太平洋戦争のレイテ沖海戦で1944年に沈没した戦艦武蔵が70年頃2014年僕が行く直前に発見されました。主要産業はサトウキビ、バナナ、ココナッツなどの農業ですが、ここ数年は BPO ビジネスプロセスアウトソーシングとかいう分野のサービス業、簡単に言うと英語が話せる人が多いということで、海外のコールセンターとかの業務委託みたいなのがすごい伸びてきていて、今後の成長の軸になると期待されています。ちなみにコールセンターの数は世界一で、マイクロソフト、シティバンクなど米系企業の海外コールセンターはフィリピンが一番多いらしいです。あとコールセンターが発達した要因として英語だけでなく、フィリピン人の明るくて気さくで人見知りしない人柄もあるなんて話もあります。コールセンターの話ばっかりですいません。ロベルト・ガビシャン FIFA ランキング124位です。はい、マニラ着きました。気温30度、めちゃくちゃ暑いです。電車です。はい、とりあえず友達に教えてもらった安宿に着きました。宿の目の前にとても気になるものがあるので、宿から5分ぐらい歩いたところにもう海があります。マニラ湾。マニラ湾でいいのかな。3ヶ月ぶりの街歩き動画中です。ハローめっちゃでかいのついてるよ。こう見るとなかなかの高層ビル群というのがあります。マニラ結構都会、みんなすげえいろんなところに寝てます。悪い。お、なんか立派なモールっぽいの。お、スタバがあるよ、スタバが。夕暮れです。Gigi. Hello. Good morning. はい、2日目です。今日はこれからチャイナタウンに行きます。
さて、マニラといえば東南アジア最大のスラムがあることで知られていますが、まずはスラム街っていうのは何なのかを説明します。スラム街の定義っていうのを要約すると、都市部の貧困層が住む人口が密集したエリアで、まともな公共サービスが受けられず、健康、安全、道徳が脅かされたボロボロの状況というのが定義らしいです。今まで僕が行ったスラムは、リオデジャネイロ、ナイロビ、ヨハネスブルグ、ナミビア砂漠地帯なんかのスラムがありましたが、今回は初めて単独で行ってきました。ということで今回は東南アジア最大のスラムマニラのトンド地区です。日本の有名なテレビ番組でも何回か取り上げられたので聞いたことあるかもしれませんが、ここはマニラ中のゴミが集められてきたゴミ山からプラスチックや金属など売れるゴミを拾って生活する人たちが住むエリアです。そのゴミ山はゴミが自然発火し常に煙が立っているのでスモーキーマウンテンと呼ばれています。またゴミ山を裸足で歩く子供がガラスや刃物を踏んで怪我したり、ゴミの雪崩に巻き込まれて命を落とす人もいて、フィリピンの社会問題になっています。このスモーキーマウンテン、かつてのメインのゴミ山はマニラの中心部から歩いていけるトンドというエリアにありましたが、観光客の目に触れることを嫌がった政府によって閉鎖され、郊外のエリアに移動しました。しかし僕が行った2014年のトンドには、壁に囲まれた見えないエリアにまだスモーキーマウンテンが残っていました。こんな感じで Google マップでは未だにスモーキーマウンテンと表示がされています。ほんで、ここが僕が最初ほっつき歩いてた宿のあるエリア。この辺りのトンドというエリアがスラム街となっています。今回はガイドブックに載っているような観光地を全部捨てて、滞在時間のほとんどをスラム街に費やしました。スラムの映像が全部で30分ぐらい続きますので、胃もたれ防止のため前編と後編に分けています。トンドのエリアをまず簡単に解説しておきます。トンドで僕が見たエリアは大きく分けて4つ。まず前編は旧スモーキーマウンテンとその周りの住宅街、その後に旧スモーキーマウンテンのすぐ川を挟んで横にあった密集した集合住宅街みたいなのがあったので、前編はその映像です。後編は国道を挟んで逆側にある現役のスモーキーマウンテンと、そのすぐ横にあるゴミ分別場兼住宅街みたいな感じのところです。このゴミ分別集落みたいなのが多分僕が今まで行ったスラムの中で一番雰囲気的にパンチが効いてました。最後にはトンドの隣の地区にある線路スラムにも行ってきました。その後は申し訳程度にセブ島の映像もあります。それではマニラのスラム街ご覧ください。100円のご飯、ひたすら北上してます。まだちょっとここは本格的なスラムではないんですけど、だいぶそれっぽい景色になってきました。なんか久々な感じです。子供はいつも元気です。はい、ということでさらに北上します。だいぶスラム感が排気ガスがすごい。久しぶりです、この感じ。イエーイThank you まだまだここは住宅街っていう感じですね。まあこの辺はまだ全然普通の住宅街。やっぱこのマニラっていうのは東南アジアの国とは全然違いますね。ありがとうすげえな。できちゃう？フォトThank you ほう
ちょっと落ち着いてきました。こう歩道橋の上から見ると結構ガチガチのスラムハウス。おー、すげえなこれ。一応この水上を建てると土地代がかからないとか、そういうあれがあるらしいです。なので川の上に家を建ててる人がたくさんいます。もしかしたらスモーキーマウンテンかもしれないです。めっちゃ煙は出てるけど、ここは旧スモーキーマウンテンだったと思われます。だいぶ見晴らしのいいです。スモーキーマウンテン、旧スモーキーマウンテンが上に来てます。一応高層ビルのところからこうずーっと海沿いを歩いて、マウンテンまで来ました。Good, beautiful, beautiful. 何に行ってたの？あー、鉄？ネジ。おー、グッ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 。Hello. Hello. Hello. スモーキーマウンテンすぐ横の、なんだろう、マンションがいっぱいあるエリアです。人めちゃくちゃ多いわ。全部ゴミで埋まってます。床、その建物と建物の間です。ここももう危うく水浸し。一部スモーキーな部分がまだ残ってます。半端ねえ。はいハローハロー。あ、インターネットとかあるんだな。すげえ。バイバイ。バイバイ。おう。ハロー。あ、じゃあ、グッ。いいよいいよ。バイバイ。ハロー。あ、ピクチャー。子供いっぱいいるし、なんかあんまり危険な匂いがしないです。Hello.
Hello. この辺はそんなスラムでもなく普通の住宅街という感じです。Hello. 次回はマニラ後編、現役のスモーキーマウンテンとその横にあるゴミ分別場兼住宅街に入ります。単独っていうのもあり、正直入った瞬間はこの度一番ビビりました。次回、東南アジア最大のスラムの正体、お楽しみに。もしこの動画が面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本当めちゃめちゃ嬉しいです。また今後も世界の情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。